はいどうも、適当ゲーミングチャンネルの陽一です。今回はですね、ゆりーさん含め日本語学習者の皆さんにお勧めしたいものがありまして、っていうのもね、前回の動画で文法とか動詞の話をしたんですけど、ちょっとね、ややこしかったかなと思ったので、今回はね、見るだけで喋れるおすすめのね、ウェブサイトを紹介しようと思います。日本語学習者の皆さんはなんか Go はわかるけど Went とか Don't Go, Can Go ってどうやって言うんだろうって思ったことはないですか？そんな時にね活躍するのがこのウェブサイトなんですけど、このサイトウルトラハンディジャパニーズバーブコンジュゲーターって言って、概要欄の方にねリンク貼っとくんですけど、使い方としてはめっちゃ簡単で、好きな単語を検索してもらってこのコンジュゲートっていうボタンを押してもらうとこんなねテーブルが出てくるので、例えばね Don't Go だったら行かないとか、こういう風に知りたい言葉を探して言うだけですごい簡単に日本語が喋れるというものでして、でこのテーブルのね簡単な説明としては、様々な形の動詞が、肯定、否定、ポジティブ、ネガティブ、あとカジュアル、plain、polite、カジュアルと、ポライトな表現で書かれてるってやつなんですけど、例えば、過去形でいくと、past indicative だったら、went、have gone だったら行った。この plain、ちょっとカジュアルなフォームが行ったですね。で、didn't go、haven't gone が、行かなかった。で、行きました、行きませんでした。っていう風になるんですね。で、このテーブルは、上の方ではね、ちゃんと英語とその訳が書いてるんですけど、こう下の方に行くとね、それがなくなるんですよね。なので、これどういう意味なんだろうとかね、なったら、このね、クエスチョンマーク、ポテンシャルってどういうことなんだろうってなったら、このクエスチョンマークを押してもらうと、express the idea of ability or capability。その、I can do something のその形になる、フォームになるというか、can とか be able to みたいな、いう形になるんですよね。なので、このね、いけるってのは I can go ということで、いけないってのは I cannot go。で、これがちょっとポライトな形で、いけます、いけませんっていう風になるんですね。で、めちゃめちゃ便利なサイトではあるんですけど、何点かの注意点があるので、ちょっとそれをね、お伝えしようと思うんですけど、まず一つ目は、すべてのね、動詞が載っているわけではないということですね。例えば、しゃがむ、crouch とかだったら、これないんですよね。検索結果がなくて。あと、Apex だと Loot とか、Loot っていうのもないんですよね。なので、たくさんね、動詞はあるんですけど、結構ね、ゲームに偏った動詞とかはない傾向がありますね。で、二つ目はですね、文法としては合ってるんですけど、ちょっと違和感のある表現がいくつかありますね。例えばここですね。presumptive と volitional っていうフォームなんですけど、これは presumptive っていうのはprobably とか、may、might みたいな、その確定ではないけど、そんな気がする、そうだと思うみたいな形のがあるんですけど、その表現っていうのがここ。行くだろう、行かないだろう、行くでしょう、行かないでしょう。この4つがその presumptive のフォームになるんですけど、volitional フォームっていうその let's do something みたいなフォームがあるんですけど、let's go。この行こうとか行きましょうは全然違和感なくね、全く問題ないんですけど、このね、presumptive の行くだろう、行かないだろうとかっていうのは、文法的には問題ないんですけど、口語的かどうかと言われるとそうではないような気がしますね。僕の感覚では、個人的な感覚では、行くと思うとか行かないと思う I think の形を使うのが違和感で言うとあんまりないのかなっていう印象ですね。で他にもこれは食べるのテーブルなんですけど、先ほど言ったねポテンシャルのフォーム can do something ですね。 I can eat のフォーム、食べられる、食べられない、食べられます、食べられません。これがですね、ちょっとこのパッシブフォーム見てほしいんですけど、これがね全く一緒なんですよね。食べられる、食べられる、食べられない、食べられない。でパッシブフォームって何かっていうと、someone stole something じゃなくて I was stolen something by someone っていうこの受け身の形なんですけど、これね全く一緒なんですよね。で日本人はよくこのポテンシャルの方 I can eat, I cannot eat の方のラをね抜く傾向があります。これをね、ら抜き言葉とか言うんですけど、なのでね、食べられるじゃなくて食べれる、食べられないじゃなくて食べれない、食べれます、食べれませんっていう風になります。厳密に言うと正しくはないんですけど、ら抜き言葉の方が、一般的であり、かつね、違和感も少ないと思いますね。でこれと同じような形で、この2つ present progressive と past progressive、進行形ですね。I'm doing right now っていう
そういう形なんですけど、なので食べているだと I'm eating で not eating、 まあこれ書いてないですけど食べていない。パストだと食べていた、これは was eating、wasn't eating だと食べていなかったになるんですけど、これもね、居抜き言葉って言って意を省略することが多々あります。だからそっちの方がまあポピュラーというか一般的ですね。食べている、食べてる、食べていない、食べてない、食べていた、食べてた、食べていなかった、食べてなかったになりますね。まあちょっとねややこしいとは思うんですけど、まあ最初の方はね簡単なこの past indicative とか食べた食べなかったとか、まあこの present indicative 食べる食べないとか、そういうのからねだんだんこう慣れていったらいいんじゃないかなと思いますね。であと最後に、まあ、長くなって申し訳ないんですけど、want to のフォームがこれないんですよね。I want to eat とか I want to go っていうこの want to のフォームがないので、それの簡単なね作り方なんですけど、このテーブルのね上の方に infinitive っていう形があります。食べって書いてますね。この infinitive の形にたいをつけると I want to eat になります。食べたい I want to eat で、たくないにすると I don't want to eat、 食べたくない。食べたかったにすると I wanted to eat になりますね。で、食べたくなかった、たくなかったをつけると I didn't want to eat、 I did not want to eatになります。なのでこのインフィニティブにそれらを足すとね want to のフォームができるので、それもねちょっと頭に入れておいてほしいなと思います。はい、以上で動画を終わりたいと思います。この動画がいいねと思ったら高評価とチャンネル登録の方お願いします。ご視聴ありがとうございました。また次の動画または配信でお会いしましょう。バイバーイ。